久慈の歴史を語る上でどうしても外せない偉大な人物が久慈名誉市民となられたタマシン・アレン女士です。医療と教育に力を入れ、久慈の発展に大きな貢献をしたアメリカの宣教師です。アレン宣教師の出身地である米国インディアナ州フランクリン市と久慈は姉妹都市となっています。今日はそのアレン宣教師と残されたアレン記念教会でアレン先生のレシピを再現したお料理をご紹介しましょう。津波と地震がありまして、でそれでアレン先生慰問に出かけておられます。で9時にも足を伸ばしたのがわらじを履いて、アレン先生スペシャル、わらじを履いてサンダルの上にわらじ履いてるっていう写真がありますが、あれですね。あそこ、中にメイいるはずなので、皆さん、はい、誰かパパにいるんですか。アレンおばあちゃんがツナフィッシュと呼んでいたキャセロールっていうか、ポテトとツナのキャセロール、グラタンです。でこれをクラッカーに乗せて食べるの。で、あっちはクラッカーだけど、こっちはビスケットだ。そうです。こんな感じで。今写真撮ってるので。大丈夫です。動画なので大丈夫です。そうですね。試します。どうぞ。撮る前に。で、クラッカーはご自分で好きなくらいたくさん用意してあるので。で、このビスケットっておばあちゃんが作ってたのは、強力粉の方で作る、だからパンの粉で作る方のビスケットです。で、硬くっていうかね、薄力粉だと焼いた後やった時はすごく美味しいんですけども、硬くなってしまってちょっとね食べづらくなるので。今日はあれおばあちゃんがいつも使っていたビスケットです。で、マーガリンとマーマレードをちょっとこう割ってねちょっと見せますね。こうやって割って、でここにマーガリン、マーガリンを乗っけて、ジャムをちょっとマーマレード、つけて、で写真のためにちょっと見えるようにこうやって、どうもありがとうございます。皆さん手元11人なので1、2つケイ君も来るからね。ケイ君も来るから。ケイちゃんもうやっぱりね、みんな待てないでしょうからお祈りしましょうね。お預けでワンじゃないよな。3枚ぐらい乗せてください。はい。お願いしていいですか。はい。そっちも切って。切ってないよ。6つぐらいに切れば。8つ。はい。大きいんで。おかわりしたい人はしてもらって。素晴らしいね。はい。まさに食事もアレン先生を思い起こしてまた一つね。ありがとうございます。は10万にしますか。本当は柿が入ったが美味しいそうですが、代わりに今パイナップルが入ってるそうです。解説を。食前の感謝の祈りを一言お願いして。マリ姉妹が準備してくれました。ありがとうございます。いただきます。
じゃあこれを食べてみましょう。上手に。これはサラダだ。ちょっとマーマレードとマーガリを回していただいて。どうぞ。もう冷ましてやん。美味しい。ビスケットもグラタンもおかわりありますので。これはアレン先生のクッキーです。多分こうじゃねえかなっていう。こうじゃねえからって。ツナか。両サイドこう見て。いやいいですね。クリーミーでまた。お、ジャム。では、あれクッキーどうぞ回してください。あ、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい、じゃあこれをいただいて。あ、はい。これはビスケットっていうんです。ビスケットでスコーンと同じなんだけど、粉がこの強力粉で焼いたやつと、それから薄力粉で焼いたやつとあって、こっちはアメリカンの方、ヨーロッパの方だと、そう向こうだとどっちもスコーンだけど、最初はそこが違いで、スコーンの方はこねない、まとめなきゃ、こっちはこねた方が美味しい。200回ぐらい。本当です。どうしよう。強力粉でもね。そう。そこが違う。これはビスケットでこねて作る。工程も同じでしょ。大体。袋しこ入ってないの？小麦粉の粉が違う。あ、粉っていうのは。で、こっちはアメリカンのビスケットで、で、薄力粉、パンの粉の方です。あ、パン。美味しいな。ね。これはツナと何が入ってるんですか？これツナと何が入ってるの？これツナとポテト。ポテトで。美味しい。ポテトもふかしたのでなくてそのままのポテトをやってる。ふかしてが。ふかすか煮るか。腹痛になりそうな。ツナ混んでんのじゃ。ふかさないで少しなんだ生揚げっていうのポテトもうまいんだよ。ゴロッと。いや細く切ったので。この上はこれパンですか？パン粉で。パン粉とチーズ。こんなチーズの。いいね。しばらくぶり。美味しい。タマシン・アレン宣教師はその人生の大半を日本で過ごし、孤児のためにその生涯を捧げられました。孤児の医療、教育、畜産、農業の発展に全力を尽くされ、その功績は計り知れません。またこれはあまり知られていないことですが、孤児が他の都市と比べて戦争被害が少なかったのは、アレン宣教師の米軍に対する嘆願・助言があったからだとも言われています。敵国としてアメリカに強制送還されますが、戦後すぐに戻って活動を再開。孤児名誉市民の称号を与えられ、1976年6月7日、盛岡の病院にて静かにその生涯を閉じられました。
去年85歳、来年は50周年となります。こちらは昨年12月に4年ぶりに開催された愛産会の時の写真。収穫感謝祭で集まった野菜や果物を使ってお料理が作られました。クリームシチュー、野菜にチキンが追加されています。そして今回も作られたアレン先生のレシピ、マヨネーズをベースにしたサラダ。今回はそこからまた半年ぶりに開かれました。この愛産会はお一人200円で日曜礼拝にいらした方はどなたでも参加することができます。パンデミックでしばらくお休みしていましたが、これからは2ヶ月に1回、偶数月の第1週の日曜日午前10時半からの生産式礼拝を終えた後に行われます。次回は8月3日に開催予定。クリスチャンでない方もお気軽にぜひどうぞいらしてください。私もそのうち昭和レシピチャンネルのレシピを提供させていただこうかと考えています。予定ではカレーライスかな。それでは9時から発信しています昭和レシピチャンネル。登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。9時の奇跡の生態院、マッサージオリエンタルへもどうぞいらしてくださいね。では、まだナス、ノス、ベモス、チャウチャウ。